こんにちは、J カムです。現在の私の愛車はフォレスター e ボクサーです。その前はレガシーアウトバック。そして私の最初の愛車はレガシーツーリングワゴン BR9 です。私がなぜ最終的に毎回スバル車を選択することになるのかを考えてみたので、私の家族の歴史を振り返りながらシリーズで数回に分けて紹介しようと思います。どういうところが良くて今までの車を愛したのか、スバル車はどういったことが可能なのか、その結果私の家族がどういった恩恵を受けているのかを当時の私の印象を交えながら紹介していきます。2回目のテーマは初スバル車レガシーツーリングワゴンを購入して3年間運転してみてどのような感想を抱いたのかを話していきたいと思います。初めてスバル車を購入するか迷っている人の参考になればと思います。まず皆さんは車の運転は好きですか？ドライブ旅行は好きですか？私と妻は車で旅行することが大好きです。私と妻が軽自動車のドライブ旅行でどのような体験をしたかを知ってもらうと、レガシーツーリングワゴンを運転して感じたこと、感想を理解してもらえると思うので軽く説明します。山形の蔵王ではピクニックをするつもりで登った蔵王山で思いがけず10年ぶりのスキーができました。結婚する前、長期の休みの時は妻の軽自動車に乗っていろいろな場所でキャンプや軽自動車なのに車中泊をしていました。新潟県の寺泊海岸のキャンプでは綺麗な夕日を堪能しました。北は秋田から南は大分まで2人で軽自動車にテントを積み込んでなるべく高速道路を使わず下道でその土地の風景を堪能する旅です。輪島の海岸線はドライブコースとしてすごく楽しかったです。目的地だけを決めてその場の雰囲気で進路を決めるので思いがけない発見があります。軽自動車のドライブ旅行を思い出すと20代中旬ぐらいまでは体が若いので疲れてもすぐに回復し8時間ぐらい運転しても疲れないことです。妻の実家がある群馬県は草津や伊香保温泉に夏や冬問わずドライブします。長野県の山道が険しい坂道ではどんなにアクセルを踏んでも40キロ以上スピードが出なくて軽自動車の限界を感じました。千葉県の海岸線では地図に載っていなかった小さな灯台を見つけることができ綺麗な夕日を見れました。車中泊は疲れを完全に取ることはできませんが、それでも若さで挽回可能でした。山道はパワー不足で 40km 以上出ないので一本道では渋滞をさせてしまい他の車に迷惑をかけるのでストレスになります。高速道路は 90km を超えると直進安定性がなくなり常に集中して運転する必要が出てきて脳みそおよび体が想像以上に疲れるということです。長女が誕生してから三重県や和歌山県に旅行に行った時、子供がいるので車中泊ができずキャンプをしました。車中泊ができないのは嫌だなぁとこの旅で感じて、次は車中泊ができる車が必須だと思いました。30代目前になり老化が進んできて軽自動車の旅は正直きつくなりました。2010年にレガシーツーリングワゴンを購入して最初にいいと思ったのは運転の楽しさと大きな荷物の積載を両立するレガシーの大きさです。当時レガシーが4代目から5代目で大型化したことに賛否両論がありました。私は大きいサイズを求めていてこの大きさで走りも良かったので大満足しました。家の駐車場もぴったり収まり軽自動車では無理だった自転車の積み込みも可能になって子供がすごく喜んでいたことを思い出します。2番目に良かったと感じたのは山道を難なく走ることができる余裕のあるパワーと走りです。夏に群馬県の草津に宿泊していた時に長女を海に連れて行きたくなって草津から新潟県の寺泊に
白根山を越えて長野県経由で行くことにしました。何があった？あった？楽しい？じゃあカメラは映さないように。ドア閉めてるよ。危ないよ、それは。すごいね。レガシーで初めて山に挑戦した時は運転が楽しくなったのを覚えています。アクセルを踏めば簡単に登っていくので、ワインディングを楽しむ余裕ができたことがすごく嬉しかったです。長女も軽自動車と違う走りにすごく興奮していました。無事に寺泊の海で子供たちと夏の思い出を作ることができました。3番目に良かったと感じたのは、出力特性を切り替える S モード、S シャープモードを使用したワイディングロードの走りが楽しいということです。独身時代の長野旅行で苦労した山道のワインディングロードを攻めたくなって、初めて S モード、S シャープモードを使って攻めた走りをしてみました。S シャープモードは性能をフルに引き出したモードになります。生まれて初めて攻めた走りをしたら、白樺湖に到着した時にタイヤのゴムが溶ける匂いが充満したのでびっくりしたのを覚えています。紅葉な感じで楽しい。ゆうちゃん走っといで、ゆうちゃんこっちに、こっちこっち、ゆうちゃんこっち走っといで、うきゅーダン綺麗なもんじなんだけど、あ、見えた見えた。最後だからもうゆうちゃん、はいはいニコリまーちゃん、はいニコリ、最後に白樺、はい。子供たちに長野の自然を堪能してもらえて嬉しかったです。4番目に良かったと感じたのは、子供が小さい時の車中泊は楽しいということです。2011年、次女が1歳を超えてようやく念願の車中泊をできるようになりました。岐阜県の旅は車中泊のみでやっていました。車中泊をしながら花見を満喫しました。子供が3歳、1歳で小さかったので、家族4人で後部座席を倒して寝てみましたが、ぐっすり寝ることができて楽しかったです。これで味を占めて、2012年に九州の長崎県から佐賀県に旅行に行った時も車中泊のみで旅行を楽しみました。レガシーは運転席と後部座席をほぼフラットにすることができたのが良かったです。宿泊にお金をかけないで現地の美味しい料理を堪能するような節約旅です。やいちゃん頑張れ子供が小さい時はこのような旅もおすすめです。5番目に良かったことは雪道走行です。2012年、レガシーで初めて雪道を走りました。私はその当時、タイヤに疎くて岩手県にノーマルタイヤで行ってしまいました。今考えると想像するだけで恐ろしいのですが、図らずもスバルの 4WD の凄さを実感することになりました。なんとほぼ危ない場面に遭遇することなく、普通に運転して旅を続けることができたのです。いや一緒に、いや走れ次女にとっての初めての雪を体験することができて、観光を楽しむことができました。最後の6番目に良かったことは、長距離移動が楽だということです。2012年、2013年と東京から長崎まで長距離移動をしたのですが、疲労感の少なさに驚愕したことを覚えています。軽自動車で九州まで行った時と比較して疲れ具合が全く違ったのです。レガシーの高速道路での直進安定性、2000回転ぐらいで100キロで走れるパワー、シートの乗り心地が相まって
12時間以上の長距離ドライブに耐えうる疲労感に抑えてくれる。これは実際に10時間以上のロングドライブを経験しないと分かってもらえないかもしれないですが、本当にすごいと思います。2013年には子どもたちにフェリーも体験してもらえて、硫黄島の綺麗な海を堪能できて楽しかったです。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。